こんにちは。今回は編み図を使ってペタンとした透かし模様のバッグを作っていきます。で、大きさはだいたい20センチぐらいを考えています。で、使う糸はセリアさんのニューエンジェルコットン綿100でカラーナンバーが1番で 25g 約65メートル入っています。使用かぎ針の目安が3から4。手洗いができるそうです。でこっちはダイソーさんのリサイクルコットン 100%。サックスブルーで 50g 約120メートル入っています。使用かぎ針の目安が6号。でこっちも手洗いができるそうです。でこれを6号で編んでいきます。であとはとじ針とマーカーを使います。で今回はこれを下の部分にしてで白に切り替えて編んでいこうと思います。で今回の模様はこういう花の透かし編みで編んでいくんですが、これが本来元からある模様で、これをアレンジしてこういう形にしてみました。こっちの方が出来上がりが綺麗にできると思います。デザインによってこっちやないとダメな時とか、あとこっちの方がいい時とかいろいろあると思うんですが、その時々によって使い分けていきたいと思っています。よかったら試してみてください。まずそこを作っていきます。で、そこは細編みで一周するだけなのでややこしくありません。鎖編みを46目。で、この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。と次は細編みをしていきます。最後の目にマーカーをつけておきます。で、細編みをするので鎖を1つ。で、根元に細編み、マーカーのついているところで裏山に針を入れて細編みを1つ。で、これが1つ目なのでここにマーカーをつけておきます。同じところに細編みをもう一つ。これで一つの目に細編みが2つ。で、ここからは一つの目に一つの細編みをしていきます。次の目にも細編み。で、これで最後のこの端から一つ手前まで細編みを繰り返します。端まで編んだら最後の目には細編みを3つ。この目にまず1つ目。で、同じ目にもう1つ。この時に糸端を針の上を通って向こうに寄せておきます。で、このまま細編み。で、3つ目。同じところに。で、今度はこの糸端を針の上を通って手前に寄せておきます。で、細編み。これで一つの目に細編みが3つ。次からは一つの目に一つの細編みをしていきます。まず3つ入った隣の目。2本の糸の下に針を入れて細編みを編んでいきます。この糸端は針の上に乗せてで細編みをしていきます。で次も細編み。
次もこのまま一つの目に一つの細編みを続けて、この端のマーカーのついた手前まで続けていきます。ぐるっと編んできて、最後はこのマーカーのついたところに細編みを一つ。で、ここは鎖編みの最後の目。ここに細編みを一つ。これでこの端の目に細編みが3つ。で、最初の細編みに引き抜きます。これで細長い底が出来上がりました。次は側面の模様編みをしていきます。まず鎖3つ。1、2、3。3つ目にマーカーをつけて、で、次は隣の目に長編みですが、こことここだけちょっと変わっていて、同じところに長編みを1本。鎖の根元に長編みを1本。これで一つの目に鎖と長編みが1本。次は花模様を編んでいきます。長編みの後に鎖を1つ。このまま糸を上に伸ばします。伸ばす長さは長編みと同じくらい。で、ちょっと指で押さえて、指で押さえて、針に糸を絡めます。これも一緒に指で押さえて、ちょっとねじるようにして、根元の鎖に針を入れます。で、この時は上が2本の糸。反対側は1本になっていると思います。2本の糸の下に針を入れて、糸を引き出していきます。で、伸ばして、で、もう一度同じことをしていきます。指で押さえて、これも指で押さえて、ちょっとねじって、2本の下、引き出して、伸ばして、でちょっと整えてから、これが花びらの1枚目。次に2枚目、で3枚目と編んでいきます。指で押さえて、また絡めて、これも一緒に押さえて、で、長編みの位置に1つ飛ばして2つ目。長編みから位置に糸を引き出します。で、もう一度同じように糸を引き出します。で、今回は全部2回糸を引き出して花びらを作っていきます。これが2枚目の花びら。次は3枚目。3枚目は前の花びらから2つ飛ばして3つ目。指で押さえて、指で押さえて、1、2、3。引き出して、2回引き出したら、これで花びら3枚分。これを一度に引き抜いて、花の中心を作っていきます。で、引き出すときに、このまま引き出すんではなくて、この糸の出ているところを指で押さえて、こう全部引き抜かれないようにします。で、それで引っ掛けて引き抜きます。で、この指で押さえていたループの中を通って、糸を引き出して、引き抜いて、引き締めて、これが花の中心になります。
次は4枚目。鎖を1つ。で、これはギュッとして、で、伸ばす長さは、この中心から針にかかっているこの長さ。で、糸を絡めて、指で押さえて、花の中心から糸を引き出します。指で押さえて、もう一度。2回糸を引き出したら、一度に引き抜きます。これが4枚目。で、これを鎖1つでギュッとまとめます。で、鎖1つの後は長編み2本。で、長編みは花びらの後に1、2、1、2、隣にもう1本。これで花びら4枚。で、次は花ではなくて、この鎖1つ分の窓。次は鎖2つ分の窓。こっちは1つ分の窓。これを編んでいきます。まず、鎖1つの窓。足元は1つ飛ばして2つ目で、鎖1つ分の窓。で、次は鎖2つ分の窓。1、2、足元は1、2、3。で、次は鎖1つ分の窓。これで窓が3つ。で、両端には長編み2本にするので、もう1本。で、これができたら、また花びらを作っていきます。長編みの後に鎖を1つ。で、伸ばして、押さえて、絡めて、押さえて、ねじって鎖の中。もう一度。で、次は2枚目。長編みから1、2。絡めて指で押さえて、1、2。糸を引き出して、もう1回。で、次は3枚目。3枚目は1、2、3。1、2、3。これで花びら3枚分。で、指で押さえて引き抜きます。で、これでもいいし、これでもやりやすい方でしてください。指で押さえて、で、引き抜きます。ちょっと糸を引いてから、ループの中に針を入れます。で、ギュッ。で、花びら3枚。花の中心。で、次は4枚目。鎖を1つでギュッとして、2回糸を引き出します。で、引き抜いて、鎖を1つ。で、足元は1、2、1、2。隣にもう1本。で、花びらを編んだら、次またこの窓を作っていきます。今長編み2本で、次は鎖1つの窓。
次は鎖2つの窓。次は1つ。まず鎖1つ。1、2。で、もう1本。で、次はまた花模様。長編みの後に鎖を1つ。で、伸ばして、指で押さえて、指で押さえて、ねじって、1、2、3。で、次は花が終わったので、またこの窓。と長編みは2本。鎖1つの窓。鎖2つの窓。1、2、3。で、鎖1つの窓。1、2。で、ここが鎖1つ、鎖2つ、これ1つ。で、その後、長編み2本なんですが、この同じ目に長編みをしていきます。1つの目に長編みが2本。この方が出来上がった時にシルエットが可愛くなるので、この両端だけちょっとギュッとしておきます。で、ここからはまた同じように窓の後は花模様を作って、また窓と花模様とスタート地点まで編んでいきます。長編みの後に鎖1つで1周してきたら、最初の鎖に引き抜きます。1、2、3の2本の糸の下。これで1周目が終わりました。次は2周目。で、2周目はこの花びらを編んでいきます。で、本来こういう感じで鎖1つと、あと花びら、鎖2つ、花びら、最後に鎖1つとなるはずなんですが、こうやって編むよりは、こういう風に最初の鎖はなくて、いきなり花びら、鎖2つ、花びら、最後に鎖2つとした方がバランスよく出来上がると思います。今回はこれでやってみようと思います。まず鎖を3つ。3つ目にマーカー。隣に長編み。下の長編みの上に長編み。
次は花びら。針に糸を絡めて、で、花の中心。2回糸を引き出します。で、これを一度に引き抜きます。で、これを鎖一つでギュッとまとめて、もう一つ鎖。で、次は6枚目。針に糸を絡めて中心。で、もう1回。で、2回糸を引き出したら一度に引き抜きます。で、鎖一つでまとめて、もう一つ。で、長編みの上に長編み。これで一つ目の花が出来上がりました。一つ目は鎖がなくて、次はギュッとまとめた鎖と次に普通の鎖。で、また次はギュッとまとめたのと普通の鎖。で、次は下と全く同じに編んでいきます。この部分、鎖一つの窓の上に鎖一つの窓。鎖二つ。鎖一つ。で、長編みは2本。これでこの部分ができました。次はまた花を作っていきます。鎖一つをしないで長編みの後、いきなり花びら。糸を絡めて中心。引き抜いて、鎖一つ、もう一つ、で、もう一回。で、長編みの上に長編み。これで、ここが鎖なし、鎖1、2、こっちも鎖1、2、こっちの方が見た目のバランスがよく出来上がると思います。他の模様の組み合わせとの兼ね合いで、こっちよりもこっちがいい時もあるし、その時によって使い分けていこうと思います。で、長編みは2本。次はここ。鎖一つ。鎖二つ。鎖一つ。で、長編み2本。長編み2本になったら、また花を作っていきます。長編みの後、花びら。
こんな感じで繰り返していきます。くるっと編んできたら最初の鎖に引き抜きます。これで2周目が終わりました。で、次は3周目。3周目ではこの花と窓の位置が入れ替わっていきます。花の上には窓、窓の上には花。で、今この長編みを編んでいくんですが、花びらの先端に針を入れて長編みをしたいので、ちょっとずれることになるんですが、まず鎖を3つ編んで、マーカーをつけて、隣に長編み。で、次に鎖1つ編んで、針を入れるのは花びらの先端。まず長編みの後、鎖1つ。で、花びらの先端。このギュッとまとめているところ、ここに長編み。曲がっているんですが、あまり違和感なくなっていると思います。で、次は鎖2つ。で、次の花びらの先端に長編み。このギュッとまとめているところ、で、また鎖1つで長編みの上に長編み。で、次はこの窓の上に花びらを作っていきます。この1周目と同じように編んでいきます。長編みの後に鎖1つで伸ばして、指で押さえて、絡めて、指で押さえて、ねじって、糸を引き出して、伸ばして、もう1回。で、これが1枚目。次は、この長編みの上。次はここ。鎖2つの窓の両端になっています。3枚分できたら引き抜きます。ループの中に入れて、で、ギュッ。これで3枚。4枚目。鎖1つでギュッとして、長さを揃えて、で、糸を引き出して、整えて、引き抜いて、鎖を1つ。で、この長編みの上。こういう感じ。
で、次は窓。窓は、こっちか。ここか。鎖一つで長編み。花びらの先端のギュッとまとめているところ、間は鎖2つ。で、また先端。鎖一つ、長編みの上に長編み。で、また花。長編みの上に鎖一つ伸ばして、で、こういう感じで一周していきます。で、次の段は、この2周目と同じ。同じように編んで、必要な長さまで編んでいきます。花模様を4段編んできました。ここで長さは、だいたい16センチぐらい。この状態では短めに見えると思うんですが、使うときにはちょっと伸びた状態で使うので、これぐらいでやってみようと思います。ここが長めの方が好みの場合には、あと何個か編んでもいいと思います。で、最後に細編みで一周します。同じ糸で細編みをしていきます。鎖を一つ、根元に細編み、隣にも細編み。で、一つ目にマーカーをつけておいて、で、この周では、ちょっと目数を減らして、こう、ちょっとだけすぼめた形にしたいので、この鎖一つの窓と、こっちの鎖一つの窓を飛ばして、で、こういう感じで細編みをしていきたいと思います。で、まず鎖一つの窓には細編みをしないで、長編みの上に細編み。次は鎖2つの窓に細編みを2つ。で、次は長編みの上。で、鎖1つの窓は飛ばして長編みの上に細編み。もう1つ細編み。で、次は花びらの横。次は花びらの先端。このギュッとまとめているところ。2本の糸の下。で、花びらの間の三角のスペースに細編みを2つ。で、花びらの先端。
花びらの隣、こういう感じで細編みをしていきます。ここに1つと花びらの先端、三角には2つ、先端と花びらの隣に1つ。ここは鎖1つを飛ばして2つのところに細編み2つ、鎖1つの窓を飛ばして長編みに1つずつ。で、次また長編みの上に1つずつ。鎖1つの窓は飛ばして長編みの上。鎖2つの窓には2つ。長編みの上。鎖1つは飛ばして長編み。で、次は花。先端、三角、先端、花びらの隣。で、次は長編みの上に1つずつ。こんな感じで繰り返していきます。これで1周します。同じ色の糸で1周してきました。ここで糸を変えて、で、ハンドルを作っていきます。で、色を変えなくても、このまま同じ色で編んでいっても、爽やかな感じでいいかなと思います。で、変えなかったパターンは、以前編んだこういう感じで、これもすっきりしていいと思います。で、上だけ白にした場合、これもこう切り替わってすっきりした感じで、こう締まった感じですごく可愛いと思います。で、同じ色で編んでもいいし、今回私は白にしてみようと思います。さっきの細編みを最後に最初の細編みに引き抜いた状態で、ここで糸を切りたいと思います。一回鎖を編むようにして、で、糸を切ります。同じ糸で編んでいく場合には、このまま続けていきます。鎖を編んでから糸を切ります。ギュッとしてから新しい糸を持ってきます。で、糸端の近くから始めたいと思います。新しい糸を後ろに添えて、糸を引き出して、鎖を一つ、同じところに細編み、隣にも細編み。で、この時にこの糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。で、このまま一つの目に一つの細編みを続けて一周します。白い糸で一周してきたら最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わって次は2周目。2周目は鎖編みでハンドルを作っていきます。で、マーカーをつける位置は
ペタンとしてちょっと模様を整えて、端から10目目、こっちも10目目、間は23ぐらい。反対も同じようにして、まずここからマーカーの手前まで細編みをしていきます。と鎖を一つ根元に細編み、隣にも細編み、で次にも細編みをして、このままマーカーの手前まで細編みを続けます。で、細編みが終わったら、ここから鎖編みを始めます。鎖編みは好みの長さ。で、私はだいたい30目編んでみようと思います。1、2、3、4、5、で、このマーカーが必要なくなるので、外して、一つ目の鎖の裏山にマーカーを付け替えておきます。一つ目の鎖の裏山で、このまま30目編んでいきます。これで30目。長さはだいたい14センチで、マーカーの隣に細編みでくっつけます。針を手前から向こう、マーカーの隣で、糸は向こう側、鎖がねじれていないか確かめて、で、細編み、これでくっつきました。で、このマーカーが必要なくなるので、最後の鎖、ここが最初の細編みで、ここが最後の鎖。後で目が縮んで見えにくくなるので、マーカーをつけておきます。これが最後の鎖。で、ここから反対側まで鎖編みを続けていきます。細編みを続けていきます。で、マーカーの手前まで来たら、さっきと同じように鎖30個編んで、で、また細編みをスタート地点まで編んでいきます。鎖を編みながら白い糸で2周編んできました。で、今回は細いハンドルにしたいので、ここで終わって、で最後に内側を細編みで1周しようと思います。で、そうすると、このハンドルの幅が1センチもないぐらい。で、この鎖の外側と内側、それぞれ細編み一つずつ編んだ場合には、これぐらいの幅。で、これはその半分。なので、これぐらいにしたいときには、この白い糸で続けて、もう一周編んでいって、で、最後に内側で編んでいくと、これぐらいの幅になっていきます。で、今回は細い方でやってみます。で、白い糸の細編みを最後に最初の細編みに引き抜かないで、15センチから20センチぐらい残して、最後の細編みから引いていきます。で、針で最初の細編み、
このマーカーのついている細編みの隣に針を入れます。手前から向こうに針を入れて、マーカーを外して、で、最後の細編み、ここに上から針を入れます。で、この今渡した糸が最後の一目になるように大きさを揃えていきます。で、それから裏で固定してから隠します。固定するときには針の方向をちょっと変えてからで糸始末すると止まりやすくなると思います。白い糸は白いところに隠します。で、次はハンドルの内側で、この内側の角から少し離れたところから始めたいと思います。新しい糸を持ってきて、後ろに添えて糸を引き出します。鎖を一つ。同じところに細編み。で、隣にも細編み。糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。で、次も細編み。で、このままこのハンドルの内側の角、ここまで細編みを続けます。鎖編みの根元まで編んできました。で、この鎖の出ている細編みのすぐ隣まで細編みをしてきました。で、ここでへら締めをしていきます。へら締めをするのは、この鎖の出ている細編みの真ん中に針を入れます。こことかではなくて、この細編みの真ん中で糸を引き出します。で、もう一本はこのマーカーのついた一つ目の鎖、ここに針を入れて糸を引き出します。この3本を一度に引き抜きます。これでへら締めが1つ。次からは1つの裏山に1つずつ細編みをしていきます。
で反対側まで細編みを続けます。このマーカーのついた目まで細編みを続けます。マーカーのついている鎖にも細編みをして、これで鎖の根元まで来ました。次は減らし目。この鎖の出ている根元の細編みの真ん中に針を入れます。こっち側が2本。糸を引き出して、次の細編み。糸を引き出して、これを一度に引き抜きます。で、ここからは普通の細編みを続けます。で、ここで針で糸始末をします。さっきと同じように、マーカーの隣、こっちに入れると一目増えてしまうので、二つ目に針を入れます。で、最後の細編み、上から針を入れて、大きさを揃えて、で、後ろで固定して隠します。こんな感じに出来上がりました。この部分を狭めて編んだので、ここが広がったりしないで綺麗なシルエットになったと思います。あと色もこれだけでも綺麗な色なんですが、白と合わせたのでますます爽やかな感じになったと思います。で、ここが比較的細かくて繊細な感じなので、この細いハンドルにしてでボリュームがあったと思います。この模様は花を交互にしていて、でちょっと面白い感じになっています。で、方側編みの部分が増えたので、透けた感じが爽やかで、あとさらに長編み2本のラインがあるので、ちょっとすっきりしたイメージも入っています。でそこも可愛い感じになりました。すごく可愛いので、よかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とまだの方は登録をお願いいたします。